のささやきの朗読やストーカー。なあ、聞いてくれよ。最近妙なことが続いているんだ。夜の商店街を抜けて住宅街に入るだろう。そこから決まってそれが現れるんだよ。足音だ。俺の靴底とは微妙に違うリズムで半歩遅れてついてくる乾いた音。当然振り返っても誰もいない。暗がり、止まった車の影、うっすらと光るガードレール。でもな、毎晩必ず同じタイミングでその気配が現れる。間違いなく誰かがついてきている。最初は気のせいだと思ってた。残業帰りに同じ方向の人がいただけだって、そう思っていた。でも、1週間前からおかしなものが届くようになった。郵便受けに知らない写真が入っているんだ。写ってるのは全部俺の背中。コンビニの前で買い物袋を下げている俺。バス停に立っている俺。アパートの階段を上がっている俺。どれも背後から撮ってやがる。振り向いたってそこには誰もいないのに。最初の一枚はまだ笑えたよ。誰だよこれって言ってくしゃくしゃにしていつも捨てていた。でも二枚目にはアパートの窓が映ってた。カーテン越しに浮かぶ俺の影をどこか高い場所から撮っている構図。その夜は窓は閉め切っていたはずなんだ。三枚目はもっとおかしかった。真夜中、寝室のドアを開け放した廊下の写真。その奥に立つ俺の姿。寝てたはずの俺がそこに立ってる。その服装のままで、そのまま。頭の奥で何かがカチッと音を立てて外れた感覚がした。これはもういたずらじゃない。そう声が勝手に口から出てた。あの足音は今夜もついてきてる。アパートまで2ブロック。首筋に汗が張り付くのがわかる。歩幅を変えてみたり、わざと止まっては靴紐を結ぶふりをしたりして耳を澄ます。やっぱりいるんだ。俺が止まると足音も止まった。遠くで息遣いみたいなものが混じった気がする。胸の奥に冷たい塊ができる感覚。見えないのに確かに存在している何かが俺の生活に入り込んできてる。俺は警察に行こうか一瞬悩んだ。だがその前に証拠が欲しいと思ってしまった。その浅はかさが俺の首を絞めることになるとも知らずに。背後で乾いた音が一つ跳ねた。アスファルトに
小石が転がるような軽い音。その後で静寂。一歩、また一歩。夜風に乗って焦げたような濡れた鉄のような匂いが鼻をかすめる。今まで感じたことのない気配がじわりと背中を押してきた。ただのストーカーじゃない。そんな直感が唐突に胸を貫いた。あの夜からもっとおかしなことが起き始めた。あれ以来俺は自分でも笑えるくらい慎重になってた。玄関のチェーンを二重にして窓も全部鍵をかけ、帰り道をわざと変えた。それでも何かが俺の生活の奥にまで染み込んでくる感覚が消えなかった。スマホの通知音が鳴って、見たことのない差出人からメッセージが届いた。今日の帰り道も気をつけてね。その一行と添付された画像。そこには見覚えのあるアスファルト、俺の靴先、そしてすぐ後ろにぼんやりと浮かぶ白い影。こんなもの撮った覚えなんてない。俺のスマホから送られてきたように見えるのに、俺はシャッターを押してない。次の日、俺は意を決して職場から駅まで全く違うルートを使った。信号を2つ飛ばして裏路地に入り、バスに乗って一駅先で降りて、さらに遠回りして帰った。それでもアパートのポストには俺の後ろ姿の写真がまた入っていた。そこは誰も知らないはずの裏道の角だった。この辺りから普通じゃ説明できないことが増えた。例えば深夜に鳴るインターホン。モニターを確認しても何も映っていないのに、外の空気だけがざらつくように揺らいで見える。玄関の覗き穴を覗くと、真っ暗な何かがレンズいっぱいに押し当てられていて、すぐに離れていく。別の日には壁の向こうから声が聞こえた。見てるよって小さな子供のささやき声みたいに。耳を澄ますと一瞬で消える。ラジオのノイズかと思ったが、俺はラジオなんて持ってない。夜中に目を覚ますと、天井にうっすらと黒い線が引かれていた。それはよく見ると文字になっていた。次はもっと近くまで行く。朝になったらその文字は消えていた。あれは目の錯覚だったのか、それとも。俺はだんだん自分の感覚が壊れていくのを感じていた。足音、視線、写真、メッセージ、音のないインターホン、そして消える文字。どれもが混じり合って、どこまでが現実で、どこからが夢なのか、だんだん曖昧になっていく。ある夜、決定的なことが起きた。エレベーターの扉が開いた瞬間、奥に
俺が立っていたんだ。俺と同じ格好、同じ姿勢。ただ顔だけがぼやけて見えなかった。反射かと思って一歩踏み出すと、そいつは後ろに下がって扉の奥に消えていった。心臓の音が耳の奥で爆発するように響いていた。気づいたら俺はエレベーターの中に立っていた。誰もいないのに背中に視線が突き刺さっている感覚。扉が閉まる瞬間、耳元で低い声が囁いた。ずっと後ろにいるよ。その声は俺の声に似ていた。もう限界だった。人間のストーカーにしては手口が異常すぎるし、でも怪物だとしたら何のためにこんな真似をしているのかわからない。現実と幻の境目が壊れていく中で、俺は一つだけ決心をした。今夜決着をつける。そうつぶやいたとき、窓の外に白い影が浮かんでいた。人影というより顔のない影の輪郭。その輪郭が俺の部屋の窓ガラスにそっと手を当てた気がした。指の跡のような曇りがガラスに残り、ゆっくりと内側へ動いた。俺は息を止めた。影が笑っているように見えた。あの夜、俺は決めていた。もう逃げない。どれだけ怖くても、この得体の知れない何かを突き止めてやる。そのために部屋の電気を全部消して、窓のカーテンもわざと開けて、机の上にスマホを録画状態で置いた。時計の針が午前2時を回る頃、足音がやってきた。コツッ、コツッと、今までよりもはっきりと玄関の向こうに近づいてくる音。心臓の鼓動が胸の奥ではぜるみたいに響く。その瞬間、インターホンが鳴った。画面には何も映っていない。でも、玄関のドアの向こうからくぐもった声が聞こえた。開けて。俺は息を殺したままカメラ越しにその声を聞いた。次の瞬間、ドアノブがゆっくりと回った。チェーンをかけてあるのにドアがわずかにきしむ。その隙間から細い指のようなものが入り込んできた。白い。でもどこか濡れたような肌。指先がドアの内側をなぞるたび、金属の擦れる音が響く。今度は耳元で声がした。開けろよ。慌てて振り返ると、部屋の中央にもう一人の俺が立っていた。顔だけが真っ黒に溶けていて、目も鼻も口も見えない。だが、動きは俺そのもの。そいつは俺の方に一歩ずつ近づいてきた。同時に玄関の隙間から
伸びた白い指もずるずるっと長くなって床を這う。それが俺の足首に絡みつこうとする。人間のストーカーだと思っていたものと怪異のそれが一つになって押し寄せてくる感覚。俺は叫んでスマホをつかみ、全力で窓の外に投げた。割れる音が夜に散る。同時に部屋の中の俺と玄関の指がピタッと止まった。ほんの一拍置いて、俺が口のない顔で笑ったように見えた。そして窓の外からかすれた声が返ってきた。ここまで来たね。その声とともに部屋の空気が一気に冷たくなった。呼吸が白く煙る。背後の壁一面にあの写真が何十枚も貼り付いているのに気づいた。どれも俺の背中。だが最後の一枚だけ振り返った俺の顔が映っている。目がない俺の顔が。玄関のチェーンがゆっくりと自然に外れていく音がした。カチッカチッと。次の瞬間、ドアが勢いよく開き、黒い影と白い指が同時に部屋に飛び込んできた。もう見てるだけじゃないよ。耳元でその声がはっきりと聞こえた。俺は後ずさったが、背中に冷たい壁を感じた瞬間、足元から何かにつかまれた感触が走った。視界が暗く深く沈む。叫び声も息も全部吸い込まれていくような、そんな感覚。最後に見えたのはスマホの画面。床に落ちて録画が続いていた。そこに映っているのは俺の部屋に立つ俺だけ。もう一人の俺がゆっくりとこちらに顔を向け、指に唇を当てた。その瞬間、画面が真っ暗になった。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今回お届けしたお話はストーカー。人間の恐ろしさと説明できない何かが混じり合う恐怖を体感していただけましたでしょうか。もしこの朗読が少しでも心に残ったり、背筋が冷たくなった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。あなたの身近にも気づかないだけで誰かがずっと見ているかもしれません。次回もさらに背筋の凍るような怪談をお届けします。それでは次の朗読でお会いしましょう。